皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一丁名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2025年4月27日に開催されました荒垣ロックフェス2025のバンドメイドが出演する2日目に参戦しましたので、その模様をレポートさせていただきます。荒垣ロックフェスは2年前の2023年もバンドメイドが出演していますが、当時は私的にはまだバンドメイドを見るのはワンマン球児という感覚でしたので、フェスへ行くという選択がない時期でした。ただ現在ではフェスだろうがなんだろうがバンドメイドが出るなら行く、逆にフェスの雰囲気も最高に変わってしまいましたので、出演が決まってすぐにチケットを申し込みました。今回のバンメさんたちは単独出演ではなく9ミリパラベラムバレットさんとのセッションということで、最初は一瞬単独じゃないのかとか思いましたが、逆にそれも面白そうという感じになりましたね。しかも大変私事ではありますが、今回は私の妻が私なんか足元にも及ばない長いファン歴で応援し続けているザ・イエローモーキーが同じ日同じステージで出演するということで、初めて夫婦で参戦するという特別なフェスになりました。ということで、私的には特別で、かつ初の荒垣ということで、シャトルバスのチケットを買ったり、雨が降ってもいいようにポンチョを買ったりしながら楽しみに過ごしました。それで公演前日となり、仙台に向けて前日移動です。いつもの LCC ピーチで向かうべく、ゴールデンウィークの旅行がフェスってなかなかいいもんだなとか思いながら、昼過ぎに関西国際空港の第2ターミナルへ向かいます。ピーチに乗り込んで、いざ仙台へ出発です。16時過ぎに仙台空港に着きましたが、よく考えると私的には人生初の東北地方上陸です。上空を通過したことは何度もあるのですが、地に足をつけたのは初でした。お名手様にならなかったらひょっとすると一生来なかったかもしれないなと思うと、なんか感慨深いものがありましたね。それで仙台空港から仙台空港線で仙台駅へ向かいまして、仙台駅前に取っていたホテルにチェックインします。荷物を置いてひとまずシャトルバス乗り場を確認しておきました。そうこうしているとなかなかいい時間になったので、やっぱり仙台なので牛タンを食べようということで、仙台駅ビル3階の牛タン通りにあるタン屋善次郎というお店で牛タン定食をいただきました。40分ほど並びましたが、並んだ甲斐もあってすごく美味しかったです。それでいよいよ当日、私は9時から10時のシャトルバスチケットを購入していましたので、8時過ぎくらいにシャトルバス乗り場に行くと、8時から9時のバスとは別に9時台のバスの待機列があって、その先頭から3番目くらいに並べました。でしたので、9時ちょうど発のバスに乗れて、仙台の街並みを見ながらバスに揺られて、10時前に会場に到着しました。バスを降りたところにリストバンド交換のお姉さんが立っておられて、すぐに交換できました。これは並ばなくてよくて助かりました。リストバンドも入手していよいよ会場入りです。私はこれまで夏フェスに2回行っただけですので、春のフェスは初めてです。お名手様なら分かってもらえると思いますが、なんとなく心配していた天気は問題なく、フェス当日のこの日は快晴でした。しかも荒垣は少し高地にあるのにかなり暑くて、着ていった晩目のコーチジャケットはすぐに脱ぎましたね。しかし本当に快晴で気持ちよかったです。バンメさんたちが出演するのは道のくステージということで、一番奥のステージです。とりあえずまずは道のくステージを目指して歩きました。荒垣の会場はめちゃくちゃ広いんですね。途中撮影ポイントで写真を撮ったり、トイレに行ったり、屋台のメニューを確かめたりしながら歩いていくと、道のくステージが見えてきました。広いです。ステージを確かめて、ここで妻とは別行動をとり、私はバンメさんたちより一つ前の堂島康平さんのステージが始まったので、それを見ながら少しずつ前へ行きます。ゲストの藤井隆さんが面白かったですね。結果的にはこの公演もなかなか楽しめました。堂島さんの公演が終わってすぐに前へ行きましたが、私がいたのは上手側でしたので、真ん中へは柵があって行けませんでした。ですので上手側ブロックの前から2列目、センター側の柵から2人目を確保しました。2列目といっても私の視線の先、柵の角にいる方は背の小さい女性でしたので、ステージは完全に見渡せる形です。横を見るとセンターブロックの最前列付近は見知ったお名手様たちで固められていました。さすがですね。私がいる上手ブロックの前方は、私以外には一人だけお名手様らしき人は確認できたのですが、ほとんどが9ミリパラベラムバレットさん目当てか、次のステージのザ・オーラルシガレッツさん目当ての人たちのように思えました。待っていると空気が乾燥しているのと風が強いので、めちゃくちゃ草が舞うのと砂ぼこりもすごくて、次回参加の時はマスクが必須と学習しました。ステージを見ていると次々とドラムやアンプ、マイクがセットされていきます。ドラムが高くなっているのであーちゃんがよく見えそうと思うのと同時に、下手側の隣に 9mm パラベラムバレット3用のドラムも並んでいるというなかなか珍しい光景です。
9ミリパラベラムバレットってなんか長いので、以降は失礼ながら9ミリさんと呼ばせてもらいます。お立ち台はバンベさんのいつものお立ち台はなくて、黒い小さめの箱でした。9ミリさん用かなと思って見てましたが、結果的にはそれは当たっていて、9ミリのギターの時さん用みたいでした。それでその後スタッフの方たちがサウンドチェックをやっているのを見ていたら、突然あーちゃんが出てきて歓声が上がります。あーちゃんがバスドラどこどこ鳴らしたり、スネアやシンバル、タムを叩いたりしてサウンドチェックしてる時のあーちゃん見るの楽しすぎます。バスドラの音圧がすごくて期待が高まります。それでめちゃくちゃ高速のバスドラ鳴らしたりしていたので、ひょっとしてレディートゥーロックやってくれるかもとか思ってました。後ろからすごいねとか言ってるのが聞こえてきます。でしょでしょって感じです。サウンドチェックと調整を終えてあーちゃんが一旦はけます。はけ際に思いっきり笑顔で挨拶してくれて、あーちゃんも楽しそうでした。で、次はミンチョと小バトさんとミサさんが出てきてチューニングやサウンドチェックです。当然大歓声が上がります。後ろからは可愛いねとかかっこいいねみたいな声が聞こえてきます。フェスってここのサウンドチェックとかも楽しいんですよね。それで一旦バメさんたちがはけて、スタッフさんたちがマイクテストとかしてサウンドチェックが終わって、一旦ステージは落ち着きます。まったり待っていると、ミンチョとミサさんと小バトさんが出てきて、また歓声が上がります。リハの準備みたいな感じで、一通りミンチョ、ミサさん、小バトさんがギターの音を確認します。この時点でもうかっこいいです。サイちゃんとあーちゃんもステージに出てきて、いよいよ全員でのリハです。まずはミンチョの激しいギターから始まりました。シャンブルズです。私を含め会場の前方はちゃんとで盛り上がります。ミンチョがキレッキレな感じがしました。後ろの人たちの驚きを背中で感じながら、明るい場所で初めて見る新衣装も堪能できました。サイちゃんのスカートのメッシュになっている部分、スカートの生地の上にメッシュがあるのか、メッシュだけなのかわからなかったのですが、今回は明るくて足が透けているのが確認できましたので、やっぱりメッシュだったんだなと一人納得してました。当然1サビまでで終わりましたが、会場からは大歓声が上がります。小畑さんがもうちょっと私のギターの音下げてくださいポーとか言ってるのを聞いて、後ろからポって何なんか可愛いとか言ってましたね。まあそうでしょうね。追い打ちをかけるように小畑さんがポーポポーみたいにマイクテストしてたのが面白かったです。次はドミネーションです。イントロでおいおいって盛り上がったのですが、すぐに止まってドラムの調子というかバスドラの何かがおかしかったようで調整が入ります。それで改めてミンチョのリフから始まります。今度こそ全力のチャントです。青空の下で思いっきり先行くせよって歌いながら指を上に上げてハローハローも全力で歌います。もう楽しいです。これもワンコーラスで終わって歓声と拍手です。また音のバランスの調整が入って次は何かなと思っていたら聞き覚えのない曲が演奏されます。一瞬わからなかったのですが、なんとアニメでやっていたムーディオン・ザ・昨晩さんのユースでした。これはなかなかレアなんじゃないでしょうか。後で X 見たらバンドメイドは知らないけどムーディさんを知っている方たちが結構これに反応されてましたね。いい感じです。ここでバメさんたちのリハが終わって、多分ここだったと思うのですが、あーちゃんがはけるときに9ミリさんのタオルを上げていて、後ろの女性があれいつのやつみたいに驚いていたので、多分だいぶ前のやつだったんでしょうね。多分あーちゃんの私物だったんだと思います。さすがです。一旦バメさんたちがはけた時に後ろの女性たちから可愛いねとか演奏すごくてかっこいいねとかの声が聞こえてきたので、そうでしょそうでしょとニヤニヤしてしまいました。次は9ミリさんたちのサウンドチェックです。後ろの方たちが盛り上がってましたので、私も負けないように盛り上がりました。滝さんのギターがすごかったですね。リハが終わっていよいよ本番です。9ミリさんが一旦はけるのかと思ったら、そのままステージにバメさんたちが加わる感じになります。後ろからもこのままやるのみたいな声がしましたが、どうもそのようでした。サイちゃんと9ミリの菅原さんが並んでます。それで始まった荒ばきでの1曲目は、なんと9ミリさんの演奏も加えてのプロテクト U でした。あーちゃんのブラストビートが炸裂します。久しぶりのうららららららのシンガロングです。思いっきり手を振り上げていきなり興奮マックスになります。ミンチョとタキさんのギターの共演は熱量がすごすぎて圧倒されるくらいでした。それでなんかサイちゃんが可愛いんです。いつもは可愛いというよりは綺麗とかかっこいいなんですが、なぜかこの日は可愛かったです。個人の感想ですが。それでミンチョのギターソロになりましたが、やっぱりここはヘドバンしてしまいます。その後の新メロでは全力の手拍子です。最後のアウトロであーちゃんのブラストビートを腹で感じながらシンガロングして、最後サイちゃんのウーララを堪能して曲終わりとなって、大歓声と盛大拍手が沸き起こります。もういきなり会場はテンションマックスになっています。曲終わりでキュウミリさんたちをはけて、ステージはバメさんたちだけになります。ここでいきなりミンチョが前に出てきて、完全に覚醒した感じでギターを聴き鳴らします。狂気っぽさも出ていて、もうめちゃくちゃかっこいいです。
ミンチョのギタープレイの後、始まった2曲目はヘイトでした。イントロでは思いっきりちゃんとで答えます。やっぱりフェスということで激しい曲が続きます。会場はもう夏フェスみたいに熱くなってました。感想でまたちゃんとして、リメロ冒頭は全力での手拍子です。目の前にいるバンドさんたちを見て、体で音圧を感じて、この最高の雰囲気に突入します。それでサイちゃんの I don't care if you die からはリサさんとミンチョのギターバトルです。やっぱりフェスで初見さんたちを驚かせるのに、これはナイスな構成ですよね。会場もちゃんとで盛り上がります。リサさんとミンチョも楽しそうでした。ギターバトル後のモワトさんのシャウトも堪能して、ラスサビからのアウトロで思いっきり盛り上がって曲終わりでの大歓声となりますが、そのままあーちゃんの激しいドラムフィルが始まります。ノーゴッドです。後ろの人たちにちょっと迷惑になってたかもしれませんが、イントロで手を挙げてジャンプしながらのチャントです。もう最高です。上手ブロックの最前列にお名手様いない感じなので、ルールルーの時は私が先頭で手を回してシンガロングした感じになってました。おー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 のシンガロングもみんな声出てました。サイちゃんがめちゃくちゃ煽るので、迷惑を顧みずジャンプするしかありません。リサさんのベースソロもかっこよかったですし、ラッサビから最後サイちゃんの We have got to win でクライマックスです。しかしこの冒頭3曲で会場もステージもボルテージ上がりまくりな感じになってました。青空の下の明るいところで、目の前にいつもより表情とかもはっきり見えるバメさんたちを見ながら、大好きな曲たちを聴きながら踊りまくれるのって本当に最高です。続けてはミンチョのアルペジオ的なギターとサイちゃんのボーカルから始まりました。全です。またアニメオープニング曲来ました。イントロでサイちゃんとコートさんが口を丸めて、って歌ってるのをバッチリ見て聞けました。リサさんのベースがめちゃくちゃすごかったですし、あーちゃんのサビ前のドラムフィルも痺れます。感想では今回はちゃんとではなくて、って歌う方にしました。リメロの演奏はやっぱりものすごかったです。それで2サビ後の落ちメロでサイちゃんの歌い上げるところからのミンチョのギターソロはやっぱり痺れますし、その後のあーちゃんのダン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 ってドラムに合わせて手を挙げて、ラスサビからアウトロで盛り上がりすぎて燃え尽きた感じになりました。心地よい疲労と興奮状態の中、曲終わりでサイちゃんがゲストとしてブラディオの新行寺さんと大山さんを紹介して呼び入れます。私は存じてなかったのですが、めちゃくちゃファンキーな感じの2人でした。それでこれも後で知ったのですが、ブラディオさんのゴールデンライヤーという曲をバンメさんが演奏して、サイちゃんも歌うという形でセッションです。ブラディオの2人もサイちゃんを含めて演奏しているバンメさんたちもすごく楽しそうで、こっちも本当に楽しい感じで乗れましたし、曲は知りませんでしたが本当に気持ちいい感じで、荒ばきの青空にぴったりの感じの曲でした。なんかいきなりなのにシンガロングとかできましたね。最高に盛り上がって曲終わりになって、サイちゃんのありがとうございましたの叫びで1曲だけのゲストコーナーが終わって、ブラディオの2人は満面の笑みでステージアウトです。めちゃくちゃかっこよかったですね。それで次は何が来るかと待ち構えていたら、ミンチョがめちゃくちゃギターをかき鳴らし始めます。そこにあーちゃんのあのゴリラドラムが加わります。なんとまさかのレディートゥーロックです。初の生演奏披露に遭遇です。もう大興奮です。多分初披露はメイドの日だと勝手に思っていたので本当にびっくりしましたし、売れすぎて記憶が少し飛びましたね。気づいたらもうサビになっていましたが、さすがにあのダンスはできませんでしたので、思いっきりシンガロングして手を振り上げました。サビ終わりのサイちゃんのシャウトも見て聞けましたので大満足です。2サビ前の小畑さんのシャウトもかっこよかったですし、やっぱりなんといってもミンチョのギターソロは盛り上がりました。ギターソロ後の落ちメロの時はもう分かっているかのごとくみんな手拍子で答えてましたね。それでラスサビで最高に盛り上がってアウトロからの突然の曲終わり、最高でした。こんなに難しい曲を初めての生演奏でこれほど完璧に演奏して歌えるってやっぱりプロなんだなと感じましたね。本当にすごかったです。しかしリハも含めるとアニメ絡みの曲5曲というセトリはなかなか攻めてるなと思いました。まあ逆に言えば5曲もアニメ絡みの曲を揃えられるっていうのもすごいんですけどね。番組は知らないけどアニメは知っているという方たちも見ているでしょうし、フェスでは完全にありのセトリだと思いましたね。実際後で X 見たらロックレディのあの曲の人たちだったんだみたいなことも結構ありましたしね。とにかく初の生レディートゥーロックはかっこよすぎました。これでファン層がまた広がるといいなとか思いました。ここでまた9ミリさんたちがステージに呼ばれます。楽器がジャーンと鳴らされてサイちゃんの雄たけびが上がります。これも後で知ったのですが、次の曲は9ミリさんのスーパーノヴァという曲でした。バンメさんたちも演奏してボーカルの新行寺さんとサイちゃんが歌うという構成です。サイちゃんがめちゃくちゃ嬉しそうに楽しそうに歌っていたのが印象的でした。
8ビートの乗りやすい曲で自然とちゃんとしてしまいましたし、手拍子もみんなと一緒にできました。本当にみんな楽しそうに演奏して歌っています。いや、いいですよね、こういうの。曲終わりでバメさんたちが一旦はけます。久保田さんはいつも通り手を振りながら思いっきりの笑顔でしたね。あーちゃんが最後にはけるときには私もあーちゃーんとか叫んでしまいました。それで次からはどうも9ミリさんの番になるようでした。これも後で知ったのですが、次の曲は生命のワルツという曲でした。なんかめちゃくちゃ心に染み入るような感じの曲調で始まったのが印象的でした。曲終わりで歓声が上がる中、ゲストが呼ばれます。大月健二さんです。それで次の曲は筋肉少女隊の踊るダメ人間でした。手をバツにしてジャンプするのが楽しかったですね。あとは Baby Please Burn Out The Revolutionary 新しい光というセトリでした。曲は知りませんでしたが思いっきり盛り上がれましたし楽しかったです。それで次が最後の曲ということで、なんと全員がステージに呼ばれます。バンドメイド9ミリパラベラムバレット、ブラディオの2人、大月健二さんがステージに揃います。それで最後の曲は9ミリさんのブラックマーケットブルースという曲でした。結構圧縮が来て、これこれっていう感じでさらに盛り上がります。もう本当にみんな楽しそうに演奏して歌っているので、こっちも楽しくなって、ステージから見たらみんなものすごい笑顔だったんじゃないかと思いました。いやいや、セッションっていうのも本当に楽しいですし、めちゃくちゃ盛り上がります。フェスに来てるなぁとも思いますし、何よりみんな笑顔なのが最高でした。最後はさえちゃんの力強いバンドメイドでしたの叫びも聞けました。ステージも会場も全力を出し切った感じで、心地よい興奮と疲労感でステージから離れようとしたら、次のザ・オーラル・シガレッツファンの方たちが前方に押し寄せてきます。ものすごい圧でしたが、なんとか逆流を遡るように脱出して、売店でビールと肉巻きおにぎりを買って遅い昼食をとりました。最高なステージの後でしたし、空腹かつ乾いた喉にビールもおにぎりも本当に美味しかったです。その後は妻と合流して荒はばきのステージを見に行ったり、また飲んだり食ったりして道のくステージに戻ります。 PA 付近で見ていたらしい妻は、私が動画を作成するのを見たりもしていることもあって、全部知ってる曲だったし最高だったって言ってくれました。それでエレファントカシマシさんのステージを見て、妻の本命のザ・イエローモンキーのステージを待ちます。意外にもイエモンは荒ばき初出演ということでした。妻は前方に行きまして、私は PA 横あたりから見ましたが、さすがにイエモンも最高でした。吉井さんを筆頭にめちゃくちゃかっこいいおっさんたちでしたね。こうして妻も私も十分に荒ばきを堪能しましたので、ここで帰ることにして日が暮れて真っ暗になった中、バス乗り場へ向かいます。帰りに歩いていると後ろのカップルが、今まで知らなかったけどバンドメイドが良かったねとか言っていたので、なんか嬉しくなりましたね。途中迷って会場内をさまよってしまいましたが、なんとかバス乗り場に着けました。しかし宮城県の山奥にこんなにたくさんのロックファンが集まっているってすごいことだなとか思いながら、仙台駅行きのシャトルバスに乗り込みました。いやいや、荒ばきロックフェス2025、本当に楽しかったです。今回は特にセッションという特別な形でしたが、本当に素晴らしかったです。私的にはゴールデンウィークの夫婦での旅行も兼ねてというシチュエーションでしたので、ものすごく充実した初の春フェス、初の荒ばきロックフェスの参戦になりました。お互いの推しのライブをお互い初めて見て聞いて、本当に特別な一日になりました。私はこれまで夏フェスに2回参戦しましたが、どちらもほぼ飲み食いもせず、バンドメイドだけ見て帰った感じでしたので、今回初めてフェスを楽しんだ気がしました。まあフェスの達人からすればまだまだだと思いますが、本当に荒ばき最高という感想でした。絶対また来たいと思いましたね。私の次のお給仕帰宅はいよいよバンドメイドツアー2025の初日、メイドの日の LINE キューブ渋谷でのお給仕です。多分あの曲もやってくれるんだろうなとか妄想して待ちたいと思います。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。